木瀬部屋、熱海富士、静岡県出身伊勢ヶ濱部屋、吉野富士、熊本県出身伊勢ヶ濱部屋、玉鷲、モンゴル出身片男波部屋、宇良、大阪府出身木瀬部屋、若隆景。122キロという軽量ですが、相撲っぷりがとってもいいですよね。いやもう小兵でありながら前々に出ますし、はい、この正攻法というか、この体が出るということは本当に私も嬉しいですね。やっぱり大型化されたと言ってもね、そうですよね。大きい小さい関係ないですから、気持ちの問題ですから。今日はこの大きな栃大会との対戦。栃大会は164キロ、1メートル93センチあります。身長でも15センチほど違いますが、ちょっと突っかけてしまいました。朝氷、突っかけの気持ちは分かるんですよ。立ち奥。行司は朝之助です。手を出しました。引きました。引き落とし、一瞬の勝負。朝紅龍勝って6勝目です。栃大会は4勝5敗と変わりました。右手を出しながら、左手も添えていましたが、手を出した後にですよ、遅れたらね持っていかれますし、立ち合いをなめたら本当に一瞬でいなされて、一瞬で引かれますから、もういなしたと一緒ですからね。本当体はいい。絶対に本家に負けるな、立浪部屋に負けるなっていうので、本当合言葉でいつも立浪部屋行ったらキャヒンって言わされてました。そうだったんですか。兄弟子がいっぱいいて、そうですか。返り討ちにあって、もうどれだけ返り討ちあったか。でもそれが一つのもう馬力ですね。そうですよね。目指すものがまず足元から。さあ、そういう意味ではね、佐田の海はいわゆる分家といえば分家なんですが、2勝6敗境川部屋、御嶽海は4勝4敗で出羽海本家です。浅く2本差しに行きましたが、右四つに変わりました。佐田の海十分の左の上手も引きました。さあ、重たい御嶽海です。横釣りから攻めていきました。寄り切りです。佐田の海勝ちました。今日は佐田の海得意の形になりました。と受け止めて、あれで押されてたら持っていかれますけど、この佐田の海さんのこの左の上手、しっかり取った瞬間にガチって引きましたからね。あとはもう下手を引いて、あとは前に前に出ようという、これ崩して前に出てますけど、下がって投げたりすると、あと右四つに組み止めて佐田の海の勝利です。どうでしょうか。立ち合いでどしっと構えて下から来る人間は嫌いですね。やっぱ立ち合いものすごく集中しなければならないですよね。私も思いっきりかましますんで、そのかまして相手を止めてまわしを取ってからの相撲ですから。でもかまして相手にも。さあ、欧勝海、なんとか今黒星のトンネルの中に入っていますが、抜け出さなければなりません。いなしました。いや、ついていきました。欧勝海は負け越しとなりました。豪ノ山4連勝です。これなんですよ。も消極的になってしまいましたかね。いや、気持ちは分かるんですけど、押し相撲に変わってね、で相手をいなして何かしようと思っても、もう押し相撲は下から見てますから、もう頭を下げて。しかし天皇陛下と話をした方とこうやって並んで放送ができるっていうのはもう光栄なことですね。一若い衆です。いやとんでもないですよ。さあ、土俵上制限時間いっぱいになりました。2勝6敗同士です。こちら友風、そして対戦相手が湘南の海という2人の対戦です。友風なかなか押し込めていないのではたきも決まらないという、そんな展開です。湘南の海も引き技がどうしても出てしまいます。ふわっと立った感じでした。ここから友風引きはたきがありますが、まず攻め込んでそのまま出ていきました。ちょっと湘南の海下がるだけでした。押し出し友風の勝ちです。
負けが込んでくると、気合を入れてるつもりでも自分の体が動いてない時あるんですよ。で気を一生懸命入れるんですけど、体がついていかない。でなんかもうもう俺ダメだ、もう力出ないっていうふうに思うと、さらにこう手が出ない。今日9日目2人が対戦します。時疾風はなかなか頭から立ち合い当たっていく相撲は取りませんが、ただそれでも四つ相撲になればその技能がどんどん磨かれてきています。藤野川は本当にいい相撲を取ります。それだけ人気もどんどん高まってきました。本当に相撲はその人の性格、考えが出ますから、やっぱりこう戦略戦術っていうのはね、一つのデータですけど、あとはもう自分の気持ち、心意気ですから、藤野川さんは思いっきりいきますんでね。さあ時間です。20歳の藤野川、攻め込みますが右四つになりました。ここは巻き替えに行きたい時疾風、もろ差し、時疾風が中に入って首投げ、残して押し出しました。時疾風勝ちました。そんなに時間は長くありませんが攻防はありました。さすがに好調同士の相撲で見どころ十分でした。時疾風が勝って7勝目を挙げました。一旦さあ立ち合いからの流れですが、局さんどうですか。いやもう立ち合いは藤野川さんがね、こう右差して、そしてこれ左絞ればよかったんですけど、相手に刺されましたからね、右を。でそこを待ってましたという感じで、もう中に入れましたから、やっぱり中に入ったもん勝ちですけどね、体が浮いてしまったというのも本当の自分の相撲ですね。もうここでもう相手の脇が空いて前に出るっていう、いや強くなりましたね。時朝日藤井さんがいましたし、それが横綱途絶えてないっていうのがまたすごいですね。そうですよね。その朝日富士関、かつての伊勢ヶ濱親方の弟子でしたが、錦富士、こちら狼雅は二子山部屋雅山関の弟子です。錦富士は現在の師匠は照ノ富士。富士っていう名前つく力士は大体今そうになってますね。そうですね。伊勢ヶ濱部屋。さあここは押し込んでいきます。左からの押っつけ、引きました。狼雅が勝ちました。錦富士敗れて3敗となりました。狼雅を応援している方が、錦富士も押し相撲で立ち合いは錦富士さんのね、いい立ち合いでこう前突っ張って、足が揃ってるんですよね。この足が揃ってる時にポンといなされた瞬間つけるもの、弦担ぎますんで、弦が悪いとパンって変えるんですよ。セッタでも着物でも、いやパンツでも何でも、もう弦が悪いともう変えますけど、弦がいいとずっと入ってるんですよ。だからそういう弦を担ぐのが力士ですんで。さて制限時間いっぱいとなりました。過去は1対1という2人です。千代翔馬、立ち合いいろんなことを仕掛けてくる可能性もある千代翔馬ですが、金太夫が合わせます。まともでした。足が流れかけましたが左を取りに来ました。回り込んで投げが決まりません。出ていったのは死です。寄り切り死が勝ちました。千代翔馬、もう右から抱え込んで小手投げ、少し肘を決めるように振ろうとしましたが、そこについていきました。獅司が3勝目を挙げました。この立ち合いはね、千代翔馬さんの最初のいい立ち合いしてるんですけど、ここやっぱり獅司さんが頭をつけてね、こう左手こうかいな返しましたけど、これ一歩間違ったら折れられますからね。あそこを刺した瞬間に、ここで本当にギリギリかいな返しながら前に出てますから、体寄せながらね、なんとか今の力士はね、30過ぎてから元気出て、30後半に行きますからね。そうですね。玉鷲というね、40過ぎてもまだまだ元気な力士も当然いますしね。本当にすごいことです。そういえばちょうど局さんの時代の千代の富士関は、横綱は、29歳までの力士です。
でも私よりか強かったんですけど体力の限界って言って引退しましたから、体力の限界どころかまだ自分よりか強いんですよ。いやいや、まあ横綱という立場でしたからね。毎日稽古してましたから。さあ一山本竜電4勝4敗同士、時間です。頭で当たりやちょっと一山本引きました。四つ身からすぐ引きました。四つに組むかと思ったんですが次の技を仕掛けました。一山本が5勝目です。竜電も左が入りかけて、さあここから両者いい頭かまし、でまあ竜電さんがこれ前に出たんですけど、この一山さんこう突っ張った時に足が反ったんですよね。この足を反った瞬間のこの竜電さんのね持っていき方、まあ竜電左四つが得意ですから左が除いて阿炎には当然としてあるんですが、なんか押しが今場所相手に伝わっていないところがあります。こちら琴勝峰5勝3敗、はい、すみません。いや、まあ、あと阿炎さんはね師匠から本当に引くなって言われてましたから、引くんだったらいなせ、寺尾さんですか、前の師匠ね、もうそれを聞いてますんで、まず突っ張って突っ張り抜けっていうのが師匠の教えでしたんで。時間です。もろ手突き、両者の手がぶつかり合いました。今日は引かない。押し出しました。阿炎が勝ちました。今日は引くなという、今師匠の声を旭道山さんが代弁しましたが、それが伝わったかもしれません。いい相撲でしたね、今日は。いいのを言ってましたね。この阿炎というしこ名も寺尾関の子供の頃の愛称、そこを阿炎と言われていましたから、それ名前をもらったということです。でもその名前をねしこ名につけるというのはびっくりしました。本当ですよね。顎が開いてますね。いなしの方に入ってますので、かわそうとして。玉さんはね徳之島ですかね、どうにかしなきゃいけないっていう。今玉さん徳之島に帰ったりすることはどうなんですか。まあそうですね。ちょっとあることがありまして一日で帰りましたけど。あることがあった。そうですか。まあそれだけですね。そうですか。ちょっとわかりました。美ノ海と翔猿の対戦、制限時間いっぱいです。ちょっと体勢が崩れた翔猿ですが、美ノ海そこを逃しませんでした。低い体勢から攻め切りました。押し出して美ノ海の勝ち。まあ相手がはたいてますけど頭はちゃんとつけてますからね。これそこから左を差して前に出るっていう。まあ翔猿さんがねちょっとガッて押してまた大麻の気配はもうそんなことは考えたこともなかったと思います。詳しいですね。いやもうプロですから。いやたまたまこう知っていることを全部出そうと思って。いや現場で本当にね NHK でやってた方ですから、そういう意味では自分はそれやってもらって嬉しいです。いやこちらこそそんな天皇陛下とお話しされた方ですから。さあ土俵上時間です。3勝5敗同士、金峰山に大野勝。もろ手突きからいきましたが大野勝左の前回し、これで形を作りました。両前回しに変わりました。寄り切りました大野勝の相撲です。モンゴル出身の大野勝、かつてのね大島部屋があったからこそこの大野勝の土俵もあるということで、モンゴルから6人の若者たちが平成4年に初土俵を踏みました。そこからずっともう30年。それもびっくりしました。何ですか。いやでも本当にこうやってルーツがあるからあれですけど、この力士たちが自分たちのね、本当にこの人生生き様、そして相撲をこの拝むこの相撲はもう多岐にわたるというところです。そういった意味ではね、でもやはり、こういう競技は
対生というのがね一番かなという気がいたします。だから本当に現場で見る楽しさ、そして聞く楽しさ、そしてまたリプレイで見る楽しさ、はい、そうです。で今度またそれを思い出してまたこうね、アメバの画像を見ながら、だから20、30、40の楽しみ方なんですよ。だから自分たちはそれを持ってデータ分析しますから。さあ時間です。今日も熱海富士の出足、押し出しました熱海富士、怖がらずに出ていきました。このところ出ていって、回り込まれて逆転される相撲が続いていましたが、今日は大栄翔を持っていきました。まだ大栄翔は本来の相撲ではしているかなという状況です。立ち合いはこれはもう熱海富士さんのね突き放し、勝ち上げからですけど、大栄翔さんはちょっとね当たりが少し軽いというか、下からこうつけて前に出ればもっといい相撲取れるんですけど、ちょっと頭上がってますね。いつもの頭はこのシーンとする、この勝負師のそのシーンとする、それが欲しいっていうのが一瞬ですけどね、そうですね。それを本当に守っていただければ、やっぱりこう妨害するってことは本当にやめてほしいですね。特にもうここですね。ここです。ここで待ったなしって言ったらここからです。この時間です。この時間シーンとしてほしいというのは本当です。前回し、これを切った正代、右を覗かせて無理に持っていって網打ち、勝ちました翠富士。鮮やか右に網打ち。正代も右を覗かせながら体を預けていこうとしましたが、小さな翠富士、見事な逆転技。翠富士の勝ち。いや立ち合いこの右前回しをしっかり取り入って、でここを下からをつけながら、こう胸左を絞り、こう本当に絞りながら右をこう刺そうという感じで、この網打ちがもうこれめったに見れない決まり手ですんで。左をつけ、この左をつけながらここです。ここで右手をこうやりながらカーンっていきますんで、おつきいなしますんで、気持ちでもういい年になって見ていますが、私はもう力士になる前にいろいろ考えましたね。やっぱり国防を守るというか、そういう方に行こうと思った人間ですんで。さて宇良と若元春の対戦です。実は宇良にとって若元春天敵と言ってもいいと思います。十両での対戦も含めて宇良の2勝で若元春12勝という、一方的にそんなに差はないはずなんですが、若元春がここまでは勝っています。打つに食い止めるわけではなくて、このように離れて相手を前に置きながら上手にこれまでは取っている。足を取りに行きました。今日は宇良が勝ちました。久しぶりに若元春に勝ちました。このところ確か4連敗ぐらいしていたと思うんですが、若元春さんがね、いい相撲を取ってこう、よく見てましたからね。そう横綱大関も倒しましたしね。こう突っ張ってね、相手を起こしてこうよく見て、でここでちょっと引っ掛けられてこういったんですけど、中に入られた瞬間にですね。こういうね離れて取る相撲だったんです。引っ掛けられない、この瞬間。ただいまの決まり手は寄り切り。毎日捕まってましたから、夏巡業毎日ですから。だから皆さんもそうやっていい稽古して本土俵でいい結果出せば、自分あれがあったから自信がつきましたし、まず横綱にやられるってことはすごいことですから、全然違いますから。さあ伯桜鵬と霧島が今場所は、大関経験のある力士ですが、豊昇龍の太刀持ち、土俵入りの太刀持ちを務めました。なんとも言えない静寂でしたが、残念ながら
制限時間いっぱいから待って手つけってはい合わせろって怒られるんですよ。ね。出ましたが残りました。霧島勝ちました。伯桜鵬が一気の勝負に出ましたが霧島土俵には俵残っています。これで白星先行しました霧島5勝4敗。伯桜鵬はこの立ち合いの白鵬さんのあたりはいい立ち合いでしたけど、足がね、ついていってませんし、よく霧島さんよく見てましたね。はい、これ状態は上がってますけど、この反射神経動きはもう別格です。そうですか。若隆景と高安ですね。若隆景がまだ、今場所は若隆景本来の姿ではないかなという気がいたします。この方はもう本当に小兵でも、やっぱりこう頭をつけて潜ったらいい相撲取れますんでね。そうですね。低い体勢で。体つきも本当にパンパンですからね。本当に元大関でもやっぱり実力ありますんで、この方も強いですからね。さあ国際センターせっかく静かになりかけたところでまた変な声が飛びました。差し上げに来ましたが下からの押っつけての上手投げ、勝ったのは若隆景。この2人はそういえば優勝決定戦でも戦ったことになる対戦でした。最後は右の上手、しかも押っつけから取った右の上手でした。いや気迫勝ってます。本当に気合入ってますし、こう左からちょっと変わり気味でもうこれを押っつけながら前に出てますから、この瞬間に若隆景元気出してる。そしてこうもう回し取ってさらにこう前に出る投げる。入門がそれでも19歳ですからね、もう少し早ければもっと記録は大変な記録になっていたかもしれません。ふらっと両国あたり日本に来て歩いていて、そして井筒部屋の前に行って鶴竜と話をしたのが最初でした。王鵬さんのケツ見てもしく踏んでるなって分かりますけど、そうですよね。年を考えてください。25歳ですからね。待ったなしの声です。木村晃之助が合わせます。頭で行きました。押し合い。どちらも引かない。右の押しが効いたか。しのいだ。叩き落としました。王鵬勝ちました。玉鷲敗れました。押し切ることはできませんでしたが、体を十分に開いての叩き込み。今日も一貫王鵬の押しをしのぎましたが、勝ったのは王鵬でした。徳さんどうですか。いいかましでしたね。もうかまし見てください。これもう若手ですよ。手伸ばして相手の当たりを全然びくともせずこうやってかましてますからね。それでもかまして何回もね、左をつけ右をつけ、でもこれちょっと玉鷲にはもうないですね。ないですね。またこれ頭でいくからまた相撲ね寿命っていうか持ちますんで、もう制限時間いっぱいとなりました。でもこの一番も面白いかもしれないですよ。平戸海さんもね兄弟子ですし、やっぱ負けたくないっていう気持ちもありますし、花道の奥におそらく大野里がいると思います。ただ一人全勝の大野里、それを追いかけるただ一人7勝1敗の青錦。今日平戸海戦です。立ち合い十分突っ込んでいった平戸海。
顎を上げない。前回しを取った。食い下がった。膝を使った切り返す。寄り倒しました。青錦勝ち越しが決まりました。休まずに攻め続けました。少し右手が股の間に入って大股のようなそんな形になりかけました。いやいい相撲でしたね。いい相撲ですね。平戸さんこの立ち合いもいいですよ。悪くないですね。今日前回しを狙った立ち合いではなかったかもしれません。でもそれを青西さんの場合、右からをつけてこの回しを取ってここですね。こっからがね、ちょっと防戦気味になりましたけど平戸さんこれ切り返しいやもう残りましたよね。これ必死でよく残しましたがもうこれね右から小股をすくうのか、はい、ね引いて、ね青錦が食い下がる体勢ですね。だからこの頭をつけてね頭をつけて前にって出るっていうこの教えこれはもう稽古場で叩き込まれてますから、なるほど。それを本場所でやるっていうことはよっぽどいい稽古してますね。隆の勝が昨日のこれはまあ、どうやら映像は花道の奥の若い衆映してますけど付け人とのこうね、さあ行くぞというところを取ろうとしているわけです。まあ目で合図しますからね。これはもう個々のいろんなルーティンがありますので、私もいろいろとやりましたし、さあ隆の勝との対戦。隆の勝は昨日の霧島戦で目を見張るような突っ張りで霧島を破りました。返り三役小結の隆の勝。張っていきました。いなして回り込みますがどうでしょうか。ここからもう一回逆からいなした叩きました。残りました。本来の相撲ではありませんがそれでもなんとか白星をつかみました。琴櫻ももう精一杯白星一つつかみに、ここで押していって、残りましたけど、この突っ張っていなされた時のこの慌ててふためいたちょっと危ないと思ってよく残りましたよね。15、18から入ってほしいですよ。そこでもうね叩き上げて、その体がもっとでかくなってもっと強くなるかもしれないですけど、それを望むんですけどやっぱりリスクを負いたくないという、部分もありますし、そうでしょうね。安心安全安定は本当に相撲の協会では本当にもうもったいないですから、やっぱりチャレンジしてほしいですね。結び前の一番制限時間いっぱいです。吉野富士が初めて横綱と対戦します。去年の5月場所が幕下60枚目付け出しで初土俵を踏みました。そこからまだ10場所目、早くも横綱と対戦するところまで来ました。場所前に右のふくらはぎを痛めていますが、それは相撲の内容を見ていると問題ないと思います。さあどんな相撲になるのか。43代式守伊之助が合わせます。玉同士いなされた。後ろに疲れて送り引き落とし、豊昇龍の勝ちです。これは豊昇龍がうまくさばきました。今の決まり手は送り投げ。送り投げの方にしました。ちょっと右から投げたようなところになりました。豊昇龍のキレの良さというか、いやもう立ち合い的にはもう横綱豊昇龍さんがねいい立ち合いしてますし、ここでもう本人も思いっきり吉野富士さんも言ったんですけど、
この立ち合いで1回起こされて、でそこで押していくんですけどもいなされて、はい、もう後ろを取られましたんで、でも可能性はいっぱいありますよ。そうですか。当たりもいいし、はい、動きもいいし、あとはいかにこう経験を積むか。8戦全勝で追いかける関脇の青錦が今日勝って8勝1敗としました。今日9日目結びの一番、大野里は初土俵から16場所連続で勝ち越しを昨日決めています。中日で勝ち越しを決めたのは横綱に昇進してからは初めてのことです。さあ欧勝馬、引きはたきも得意な力士ですが、まずは立ち合いだと思います。立ち合いで相手の当たりを思いっきり受け止めて、はい、それとも思いっきり攻めるのかっていう、相手がどういうふうにやってくるか、ね、変わりますからね。前回は大野里が右を覗かせて左から押っつけて攻め込むという、そんな一方的な相撲でした。突き放した。わあ、もう一方的です。どうしようもない。9連勝、もう全く相手にしませんでした。もうね、形容することがありません。ここまで圧勝されて解説するっていうのはちょっと、電車道って私たちはいつも言うんですけど、もう本当にまっすぐ持っていかれましたし、いやまだねなったばかりですからね、横綱。これを一発で持っていくっていう、この何ももうできないですもんね。だから1発2発3発、4発目打つ前にも出てますから。かつてね、75日というふうな言い方をして2月半という、そのぐらいの相撲でしたね。土俵上は羅漢寺の弓取式です。二所ノ関部屋3段目の上位25枚目にいる力士の弓取式です。今日相撲に勝って3勝2敗の成績としています。この羅漢寺は大分県の出身で、したがってこの九州場所は地元ご当所の場所で、初めてこうして弓取りを披露しています。今日の東方大野里が勝ったところですが、東方から土俵に入り弓取り式を今終えました。でも簡単にやってますけど、私も海外巡業でやったことあるんですけど、回すの大変ですからね。くる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 回すの。本当落としちゃいけないというのがありますから、今木の音が響いて打ち出しは5時56分です。さあこの後は極東さんが選ぶ今日の一番、皆さんお楽しみに。